鬼滅の刃無限長編が公開25日で興収220億円突破したが、無限列車の400万突破できると思う。突破するんじゃないですか。話題になってると見たくなるっていうのもあるし、やっぱ見てる人数多いので。ちなみに無限長編って最後までやるの？最後までやらない感じ？僕見てないんで分かんないですけど、最後まで行くんだったら超えるだろうし、でも最後まで行かなくても超えるんじゃないかなと思いますけどね。鬼滅の刃を最後まで読破したんですけど、キャラクターをすごい細かく設定する神経質な人が書いているので、この人、ドラゴンボールとかみたいに新しい敵が出ましたとかで話を続けたりとか、引き伸ばしたりって多分できないタイプの人だなっていうのが読んでるうちに伝わってくるんですよね。漫画って単行本の後ろに作者がなんかちょこちょこ文章を書くじゃないですか。対象こそこそ噂話みたいなので、こういう設定だったんですよみたいな設定を書くんですけど、すべての人がちゃんと実在するっていうのことを考えて、この人だったらこう動くだろうっていう設定に齟齬がないような形で話を進めようとしてるんですよね。なので、ある人の技の名前が実はこういう設定で過去こういうことがあったからこういう技の名前ですよとか、普通鬼って人間を襲う側なので殺せば終わりちゃんなんだけど、鬼になった人っていうのはこういう人生があったので結局こうなったんですよっていうので、全員が全員悪い人じゃないんだよねみたいな設定だったりするので、割と重要な人も死んだりするので、そういうのを考えると2作目3作目が作れるタイプの人ではないんじゃないかなという気がしました。はい。ジャンプにしては珍しくちゃんと終わった漫画ですよね。ジャンプってやっぱりドラゴンボールを筆頭に伸ばしがちなんですよね。悠々白書とかも人気が出ると戦闘シーン増やして新しい敵が出たってなるんですけど、鬼滅の刃はあれはもう伸ばしようがないっすね。本人が自分の中で完全に設定作っちゃってるので、多分細かいところまでちゃんとキャラ覚えちゃってると思うんですよね。鳥山明さんにインタビューした人で、ドラゴンボール大好きっていう人がインタビューして、僕キャラ好きなんですよ、タオパイパイって言った時に、鳥山明さんが、タオパイパイ誰っていうリアクションをしたっていう。書いたそばから忘れてるらしいんですよね、鳥山明さんって。なので、細かい設定とか全然覚えてないらしいんですけど、鬼滅の刃はそうじゃないタイプだったりするので、ハンターハンターの作者は行き当たりばったりでやってるから、途中から進まなくなっちゃったんだろうなと思います。はい。すごく優秀な人だと思うんですけどね。ハンターハンターの作者の人もすごい考える人だと思うんですけど、書いてる最中に話が広がっちゃって、で、オチも考えずに話を広げちゃって、収集がつかなくなっちゃうっていう、多分そういうタイプなんじゃないかなと思ってますけども、はい。というわけで、鬼滅の刃は珍しく面白いのでおすすめです。はい。ジョジョは1部、2部、3部で終わらせるって決めちゃってるので、終わらせてるけど、自分がやりたかった部分は次の章につないで、そこでアイデアを突っ込むっていうのをやってるので、うまく延命できてるパターンですよね。鬼滅の刃で好きなシーンを教えてください。セリフを正確に覚えてないんですけど、長男だから我慢できたって言ってるセリフですかね。何の時だっけ？長男だから我慢できた、次男だったら我慢できなかっただろうみたいなセリフがあるんですけど、そのセリフが好きですね。シーンはあんま覚えてないんですけど、なんでかっていうと、キャラクターがどれくらい変わってるかっていうのの、例えば、のび太ってこういうキャラだよねとか、スネ夫ってこういうキャラだったよねみたいな、こういう人格っていうのが、見てる人たちの心の中にできる時っていうのって、やっぱりちょっと変わった考え方をする時なんですよ。変わった考え方をした時に、でも、このキャラだったら確かにそう考えるよねっていう、このキャラクターはこう考えるよね。だから、長男だから我慢できたみたいな、おかしなことを言っても、でも確かに主人公そういうやつだから、そう考えるよねっていう風な、キャラクターだから許せる。このキャラクターだからそう考えるっていう風に、自分の中で納得できた時に、炭治郎っていうキャラが自分の中に生きてるっていうのが理解できるんですよ。っていうので、あのセリフが自分の中ですんなり通った時に、今僕そのセリフ言った時に、多分鬼滅の刃見た人もそのセリフを覚えてないと思うんですよ。そんなんあったけとか言いそうだなとか書いてると思うんですけど、結局さらっと流れるセリフなんですよ。そんなに特徴的なシーンでもないので。でもそこをさらっと流せてしまうっていうのは、すごく変わったことを言ってるけど、このキャラだったら特に変わったことではないよねっていうぐらい、そのキャラが自分の中で生きているということなので、よくできてる作品だなって思ったっていう。ひろゆき長男。僕一応長男ですね。はい。前田さんの国際 SNS 勝ちされるでしょうが、日本の既存のもの改良得意だから相手の変化すべるの予想で心配です。結構これが難しくて、こういう作り方をしたらいいよねとか、こうやってやったらいいよねみたいな正解はないんですよ。例えば Gmail とか検索エンジンとかスペックで戦うものに関しては、こういうスペックでやった方がいいよねっていうのはある程度あるんですよ。自動車とかって速い方がいいよねとか、燃費がいい方がいいよねって分かりやすいじゃないですか。数値化しやすい。
でもその SNS って何をもって良い SNS かというのが結構難しいんですよ。使ってる人間が多ければ多いほど良い SNS かというとそうでもないんですよ。今でも若い人たちが B リアル使ってますって言ってるけど Facebook のがユーザー数は全然多いんですよ。ユーザー数が多い Facebook ではなくて B リアルを使うのはなぜなんですかとか、スナップチャットを使うのはなぜなんですかとか、若い人が Facebook から離れてしまったのはなぜなんですかとか、インスタを使ってる人は X 使わないし X 使ってる人はインスタを使うよねとか、この差は何ですかとか、各ユーザーごとにモチベーションが違っていて、そのモチベーションというのはこういうモチベーションですという、そのユーザーに対して合わせて作るものというのと、今使ってないユーザーに対して、このサービスを使った方が楽しくなりますよ、幸せになりますよっていう情報をいかに伝えるかとかっていうことで、SNS って需要とかユーザーって増えていくので、明確に前もってこれやったらいいよねみたいな話じゃないんですよね。これね結構分かってもらえないし、なんだろうな。ニコ動とかを僕と一緒にやってた人は多分分かると思うんですけど、ある程度ニコ動ユーザーは満足させるべきなんだけど、ニコ動を見てない人にニコ動を見たいよねって思わせるようにしなきゃいけない。そのために何をするべきかっていう話を僕は結構してたんですよ。なので2チャンネルというサイトがありましたっていう時に、じゃあ2チャンネルというサイトがなぜ流行ったのかっていうと、2チャンネルを使ったことがない人たちが2チャンネルを見てみたいと思わせるというのをやり続けた結果、ユーザーが増えたんですよ。2チャンネルを使ってる人が毎日使っています。これユーザー増えないんですよ。もちろん毎日使ってて、ユーザーの利用時間増えるんだけど、ユーザー数全体増えないんですよ。で、ユーザー数全体というのは、2チャンネルを使ってない人に2チャンネルという存在を伝えなきゃいけないよね。で、存在を伝えた後に、これ使ってみたら面白そうだよねという情報をどうやって与えるかというのが大事なんですよ。そうそう、電車男きっかけとかって言うと思うんですけど、2チャンネルという掲示板から電車男というドラマが生まれましたよね。漫画が生まれましたよね。ちなみに電車男これ何で知ったかで、映画で知った人とドラマで知った人と漫画で知った人と、あとね朗読劇とかで漫画2個あるんですよ。っていうのがあって、実はあの時に電車男の時に作品を断らないっていう戦略を僕はやろうとしたんですよ。本来であれば漫画って1社にしか許諾しないよねとか言うんですけど、僕2社でもいいんじゃねっていうので進めたんですよね。なので同一の小説とかが元になっているもので、漫画が2作同時に出た例って多分電車男だけじゃないかな。時間が経った後に別の漫画家が別の漫画家をしましたみたいな、有名な小説を10年後に別の人が作りましたみたいなパターンとかあるんですけど、世界の名作とかを漫画化するみたいな企画とかでね、同じ作品を同時にっていうのはなかなかなかったと思うんですよ。あ、薬屋の独り言ってそうなの？これ同時に漫画化してんの？これ異世界ひろゆきもね、同じパターンで、僕別にだから何か一つに縛らなければいけないということが実は間違いなんじゃないかなって思う派閥なんですよ。マーケットを広げるっていうのでいくと、広範囲にいろいろやった方がいいよねみたいなのって、メディア戦略として世間にマルチメディア化だみたいな人たちとはちょっとやってる方向性違うんですよ。最近でいくと世間の今までのやり方常識というのをあえてぶち破った例でいくと、鬼滅の刃がそれに近くて、昔アニメというのはどこかのテレビ局と組んでそのテレビ局で流し続けるというのが当たり前だったんですよ。でも鬼滅の刃ってテレビ局で流しながらネットフリックスで流して、さらに続きは映画でとかやるじゃないですか。制作委員会の中にテレビ局がいたら、仮にじゃあ日本テレビがいたら日本テレビでずっとやってください。テレビを見てる人がちゃんと終わりが分かるようにするためにテレビでやり続けてください。で、映画を作るんだったらドラゴンボールの映画化みたいな、なんかブロリーみたいな原作で出てこないやつを出すみたいなオリジナルストーリーで映画やるんだったらいいですよ。でも原作の話をするんだったらテレビ局でやってくださいねってなっちゃうんですよ。でも鬼滅の刃ってテレビ局を制作委員会に入れなかったんですよね。あれなんかテレ東で見た気がするけど別のテレビ局でやってるじゃん。あれネットフリックスで見たっけみたいな。鬼滅の刃どこで見たかも覚えてないし、続きは映画でとかで映画館で見るけど、でもその映画館のがネットフリックスで見れるみたいなっていう感じで、いかに人目に多く見せるかっていうので、結果としてもちろん漫画が売れたからいいよねなのか、鬼滅の刃というコンテンツが売れることが良いよね、みんなが知ってる鬼滅の刃にした方が良いよねっていう形にするかっていう、そこの狙いどころが違ったっていうので、やっぱその
テレビ局様に従った方がいいよねっていうやり方とはちょっと違うやり方をした方がうまくいくっていうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。